どうもこんにちは。浮世絵チャンネルです。このチャンネルではその名の通り浮世絵に関する情報を発信。より多くの方に浮世絵の魅力を広めていきたいと思っています。今回も引き続き葛飾北斎の名作シリーズ富岳36景全紹介をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。三花伯空。今回最初の作品は富岳36景の中で三役の一つにも数えられる三花伯空。富士山が絵の大半を占めるサイズで描かれており、これは外風快晴と並び最大級のサイズです。そしてその富士山は大胆にも黒い色に塗られています。黒で塗ることは非常に珍しく、この作品は黒富士の愛称でも呼ばれています。この黒は麓を覆う黒い雨雲を表しており、さらに右下に稲妻を描くことで夕立が降っていることを強調。その一方で山頂付近は晴れ渡っており、一枚の絵の中で対照的な天候を表現し、富士山の大きさを視覚的に表しています。ちなみにこの絵のタイトルにも背景にも地域を特定する情報がなく、どこから描かれているかが全く不明な数少ない作品です。武州千住。武州千住とは武蔵の国千住宿、現在の足立区千住周辺を指します。当時千住宿は江戸から奥州街道、日光街道、水戸街道を通るのに使う交通の要衝。しかしこの絵ではそんな千住宿から少し離れた落ち着いた農村の日常が切り取られています。登場するのは馬を引く農夫と二人の釣り人。馬の奥に描かれた木枠は隅田川の水が用水路に逆流しないよう設けられた石枠。石枠の奥には田んぼ、隅田川、富士山、そして白く広がる空が描かれています。この絵の中には前回紹介した幾何学的な要素が多く含まれています。石枠の直線、釣り糸と竿の描く半円、さらに農夫の握った手綱の描く三角形と富士山の三角形はこの絵の中で対比となっているんです。青山円座松。この絵の中では男たちが敷物を広げ酒を飲み交わす様子が描かれており、当時の人たちは花見のように松の木と富士山を見て楽しんでいたことがわかりますね。青山円座松とは現在の東京都渋谷区神宮前の龍岩寺にあった巨大な笠松のこと。江戸の住民には名木、名所として認知されていました。酒を飲む一行に加えて親子連れが登ってきており、子供に遠くの富士山を指し示しています。個人的にこの絵で一番気になるポイントは、まるで心霊写真のような足。よく見ると手とほうきも描かれており、腰をかがめて掃き掃除をしているんです。そんなほとんどが隠れた人物、書き込まなくてもと思いつつ、発見したとき、彼は何者なんだと考えるのが楽しみでもあります。この絵を全体で捉えたとき、小山のような笠松の円形と富士山の三角形が対比になっているのはすぐわかると思います。実はもう一箇所、富士山の手前に広がる雲海が逆三角形の形になり、まるで逆さ富士のようになっているのも特徴的です。これらの対比を生むためでしょうか、他の
江戸近郊から描かれた作品に比べて明らかに富士山を大きく描いているのも特徴の一つです。塔と寸大。屋敷の屋根が大きく描かれたこちらの作品は、現在の東京都千代田区神田駿河台、当時武家屋敷が立ち並んでいたエリアから見た富士山を描いています。この駿河台は神田川沿いの高台で、富士山が見える名所として江戸っ子たちに親しまれていました。高台の坂道を行き交うのは、お供を連れた武士や身を担ぐ行商人たち。ところどころに富士山に目を向ける人物もおり、やはり鑑賞のスポットであったことを感じさせます。遠くに少し小さく描かれた富士山。その手前には江戸の武家屋敷が広がり、一番手前に大きな屋敷の屋根。これらを対比させることで非常に奥行きのある一枚になっています。身延川裏富士。激しく波打つ急流とゴツゴツとした急斜面の山々が描かれ、険しい自然が際立つ一枚。この絵のタイトルにもなっている身延川とは、現在の山梨県南高間郡身延町にある身延山を源流に持ち、羽井川、そして富士川へと合流していく川です。多くの旅人が描かれた川沿いの道は、甲斐と駿河を結ぶ街道。身延川には日蓮宗の総本山、久遠寺があったことから、描かれている旅人たちは参拝目的だと考えられています。そして肝心の富士山は険しい山の陰に隠れ、大きさの割に主張していないのも特徴です。ちなみにこの作品、富岳36景46作品の中で唯一裏富士と名付けられています。これは江戸から見て富士山の真裏から描かれたことからこう名付けられたのではないでしょうか。今回はここまで。次回以降も引き続き富岳36景を紹介していきますので、この動画を楽しんでいただけましたら、ぜひそちらもご覧ください。見ている皆さんも浮世絵の魅力を広げていきたいと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。ではまた。